TVA 高田三郎の本当はプロだけに教えている秘密のボイトレ、動画画像レッスン2回目いってみましょう。この間は、声を出すのに息の量を強めずに一定の量で低域から高域までをやる練習、リップロールをやりましたよね。基礎中の基礎で数万です。細かい理論的なことは後からやるということで、この間レッスンしましたけれども、今日はその理論的なことをねしっかり頭で押さえることをやってみましょう。でなぜ、一般的に、強い気を声でうーと中を動かしてやるのがなぜいけないかというと、それがなぜ間違って一定いくらやっても声が出ないのか、高い音が出ないのかと言いますと、その考え方が間違ってるからなんですね。物理的に生理学的に間違ってる。でどうして間違ってるかっていうのは分かんないですよね。それを説明しましょう。で皆さんの楽器である喉、この喉の中の声帯が息で振動して開閉運動をして音を出しています。それがこれですね。大きくすると、じゃあ喉仏ね、ラリンクス、口頭です。ここ前から見て、ここのね、前で閉じて後ろがこう開くところ、来るかな、アップです。それが声帯で、この喉仏とんがってるところね、ここを触ってみましょう。このボコッとしてるところが喉仏で、降りてくるとちょっとへっこんで輪状軟骨っていうのがねきます。でこの間に輪状甲状筋って筋がありまして、そしてそれが声帯を前に引っ張ると、ここがねこうジョイントになっていて、ふにゃっとここの筋肉が収縮すると前にこう傾くんですね。そしてその間に引っ張られている、弦である声帯が引っ張られてテンションが上がって早く振動して音が上がると。音の工程はまず基本的にはこれなんですよね。なのでこの声帯を前に傾けて引っ張るっていうアクションがないと、いくら息を強めても音は上がらないんですね。でこれはね何回言っても分かんないと思うんですけど、例えばピアノも声帯のように弦が張られてるんですけども、それを、軽く弾いても強く弾いても音の高さは変わらないですよね。でこの弾く力っていうのが声帯にとって息の量なんですね。お腹から一生懸命腹筋鍛えて強い息を飲んでやってました。音上がらない。なぜかっていうと弦のテンションが変わってないから。弦が短くなって上に行けば行くほど短くなって強く張られてると音が上がると。で高い音も、軽く弾いても強く弾いても高さ変わらないですよね。これ物理現象なんですよね。ところがボーカルだけはなぜか腹筋鍛えて喉鍛えて喉に息ぶつける音が上がると思っている大きな間違い世間の常識なんですよね。これは僕が、1999年かロサンゼルスのマイケル・ジャクソンの、先生に、アメリカで最も有名な、最近もアメリカンアイドルとか出てますけどね、セスリック先生に習った一番大切なことなんですね。これちょっとまだ分かりづらいと思うので、今日徹底的に分かるまで多角的に説明したいと思います。じゃあギターを登場してみましょうか。ですよね。でこの弦がこう声帯だとすると、この針を変えてやらないといくら軽く弾いても強く弾いても音の高さ変わらないんですよね。さっきの腹筋鍛えてお腹から強い息を喉にぶつけて音が上がるっていう発想は、この弦を何も変えてないのにこう強く弾けば上がると思ってるけど高さ変わらないって見るままですよね。軽く弾いても。でどこを変えなきゃいけないかっていうと、このエレキだとね、このさっきの声帯のちょうどこの蝶つがいになってると同じようにこのアームがあるんですね。これをこう傾く。この角度変えてやって傾くと音が上がりますよね。で緩めれば下がる。そう。ここを使えてないと絶対音変わんないんです。分かった。どうですか、ギターの弦張りを変えないと強く弾いても弱く弾いても音変わんない。ピアノも一緒ですよね。でボーカルもここのところがちゃんと使えて、イエーイ、ここは変わんないと音程変わんない。でそこに息の量息の量強くしても音程上がんないですよね。わかるかなこれね。これ質問ね、どしどし、せっかくこのクローズドの、サロンなので
もうテキストでもどしどしね、質問ください。映像でもいいですよ。でそれにどんどん答えて完璧にここをね理解するといいですよね。はい、では今日のまず一番重要な発声の基礎中の基礎で最も重要な概念、音の高さは息を強めて声帯に息を強く息でコントロールすれば音程が変わるっていう大きな間違い、これ捨てましたが、これを捨てないといくら練習100年練習しても音域は広がりませんし、逆にね喉が力んで強い息で喉がそれに対抗しようとして力んで逆にいつまでやってもフラット地獄に陥ってしまいますよ。はい、では、まず両辺をね一回ここで閉じて、でその後、この間やったリップロールね、それの展開編も今日はプレゼントで2個いっちゃいましょう。じゃあまず1個目終わります。また次の回まで。ありがとう。